皆さんこんばんは。西園寺潤と申します。今日の講義は、尖閣諸島を侵略する中国軍、いや、習近平軍を撃退する方法について講義しますというのではありません。どうもすみません。今日の講義は数学入門講座で度数と弧度法について講義します。くだらない前置きをしまして申し訳ありません。早速始めることにいたします。今まで私たちはですね、角度を度で表すやり方を学んできました。でこれをですね、度数法と言います。でこれは円周をですね、360等分こうした弧の中心に対するですね角度を1度としたわけですね。これをパーッと360刻んでですね、そのうちの一つをですね1度と、これは皆さんよくご存知だと思います。でそこでですよ、なぜ360等分にしたかということについてはですね、実は何等分でもよかったわけですね。で最初の言い出しっぺがですよ、古代の天文学の都合に合わせたからということなんです。でつまりペルシャ暦、つまりペルシャの暦ですが、これでですね地球の公転がですね360日としていたんですね。1年に、1年は360日と、してたわけです。でこういうこともあってですね、その他なんやらかんやらですね、天文学にとって都合のいい、360等分にしたというので、これが真相ということになるわけですね。ところがですよ、その後数学、特にですね微分ですね、これにおいてですよ、その度数法で角度を表すより、今度はですね新たな角度の弧度法を使う方がですね簡単で便利で使いやすいと、いうことですよね。でそれで今度は数学や物理に都合のいいことからこの表示法になったということなんです。ですから、数学はもちろんですね、物理にもですね弧度法を用いるのが一般的となって、今後もそのように、表すということになるわけです。では角度の表示法の弧度法とは一体何なのかといいますとですね、定義ではですよ、弧度法とは、弧の長さをですね半径で割ったものを角度として表す方法を言います。でその弧度法の単位はですね、ラジアンとしています。でこのラジアンはですねもう国際単位系における角度の単位になっております。でそれで、その弧度法の発想がですよ、どうやって生まれたかということなんですね。で、それにはですねまず半径 R の円ですね、でこれちょっと説明しますとね、半径 R の円で説明しますと、この中心角ですね、このシータが2倍になればですよ、ここが2シータになれば、この長さもですね2倍になるんですね、こうやって。つまりこの中心角とここの長さが対応している、比例しているということなんです。でそれでですよ、なんとか、これが3倍になれば 3倍の長さになるわけですね。だからなんとかこの長さでですね、弧長ですね、これでなんか表せないだろうかと、中心角のことをですね、角度をですね表せないだろうかと考えたわけです。ところがですよ、この長さで表すというのはですね、例えば小さな円
に対してですよ、半径が小さいで大きな円に対して例えばですよ、5センチとか何でもいいですが、こうした時に60度近くありますよね。ところがこっちで5センチとか言えばですね、もうこのくらいにしかならないわけです。ね。とそうしますと、あらら、この長さで表したって円の、つまり半径の大きさが違えばですよ、これは、ダメですよね、角度が違ってくるわけですから、これじゃあこの長さで、このままでは表せないということになるわけです。でそこでですね、どうしたかというとですね、この長さと中心角はですね、これが半径が例えばですよ2倍になった時もですね、これが2倍にした時、やはりですね、この角度がですよ、ここの同じで、半径を2倍とした時、この長さがやはり、半径に対してですよ、この弧長ですね、この弧長とここの弧長はですね2倍にやっぱりなってるんですね。これがちょうどですね、こう2倍ということが分かるわけです。とそうしますと、これが3倍になったら3倍になるんだから、よって半径で割ってやればですよ、単位1、もうこれを例えば速さでもですよ、5秒で割ってやればですよ、1秒あたりが出てくるわけですね。でこれも半径1あたりが出てくるということになるわけです。でしかもですよ、ここの長さが比例しているということですから、これをですね2倍の半径のやつはこれに直すことができるということですね。単位円1にですね。でこうやればどんな大きな円であろうと小さな円であろうと全てですね、単位円1、半径を1とした時の円に帰着できるということになるわけです。でこれであればですよ、その時の長さ、この長さを取ればですよ、半径1に対する長さを取れば、これはもう全てですね、これ角度は先ほども言ってますように、角度とこの長さは1対1で対応してるわけですから、表せるということになるわけです。でそういうふうな表し方をしましょうということがこの弧度法ということになるわけです。で、弧長がですね、この弧度法とですね、弧度法としかもですよ、弧度法と先ほどの度数法とはですね、1対1で対応しているということなんです。例えば、180度であればですね、パイになるとか、60度であれば3分のパイになるとか言ってる、もう決まってしまってるということなんですね。こういうふうに1対1で対応しているということなんです。でこれでですね、もう全く同じように度数法と同じようにこれを規定してやればですよ、これこうやって、決めてやれば角度として使えるということになるわけです。ということですね。でちょっと今ここでですよ、180度の場合でちょっと考えてみましょう。今パイってこう出しましたけれどもですね、この180度の場合どうしてパイになるかということですね。180度、これ度数法で表したやつですよ。でこれを弧度法で表すということですね。でそうしますと、今この弧度法のやり方はこの定義でしたから、この長さ、L としますと L を R で割ればいいということでしたね。これ半径でということですね。とそうしますと今、180度というのはですね、ここからこの長さがここですから、円周の半分ですね。で円周はどうやったかと、小学校で習った公式ですね、直径 ×3.14 ですね。つまり、
3.14 は π ですから 2πr ということですねになるわけです。円周がですね。でそれのですよ、これが1回転でしたから、それの180度というのはちょうど半分ですから、これが消えるわけですね。πr ということになるわけです。そうしたらそれを半径 r で割ると単位円に今なったんですよ。これが r という長さが1という単位にしたと。その時にどのくらいの長さになるかということですね。そうしますとこれとこれが割り切れて π とこうなるわけです。そうしますとこの1という半径に対して、180度というのはこの長さがですよ、ちょうどこの1の 3.14 ぐーっと無理数ですね、円周率ですね、倍だけしたところ、そこがですね π ということになって、ちょうどこれが180度とに、度数法で言えば180度に、相当するということですね。でこういうふうにこの長さ、単位円でのこの長さで、角度を表していこうというのがこの弧度法ということであります。で、今じゃあ1これ180度の場合でありましたが、1ラジアンっていうのはじゃあどんななるのと。ラジアンこれはラッドこうやるわけですが、この1ラジアンはですね、つまりこれですから、これがですね r の1にするにはここが r であればよろしいと、こういうことですね。つまりですよ、ここで話をしますと、この r という半径と同じこの長さ円周上のこの長さ、これちっとずつこう積算していって長さをずっと足していってここまで来た時ですね、この長さとこの長さが一緒と、こういう時を今1ラジアンとこう呼ぶわけですね。いうことです。ちょうど1ということですね。すなわちこれがですね1ということです。半径と同じ長さを1ラジアンというと、この長さがですよということになるわけです。で、そうしますとね、これは、ここで60度の正三角形60度の場合でこうちょっと今書いてみますけども、60度よりもそれはそうですよね、この長さはこれと比べたらですよ、ここがちょうど60度の場合は3辺が、全部等しいですから、これを正三角形つまり60度の時ですから、この長さはですね、少しここはたるんでるわけですから、これよりここまで来たらこの長さと一致するわけがないですよね。こっちはたるんでる分、こっちは直線近道してるわけですから短いわけですね。だからここ辺で止まると。でそれが大体ですね 57.3、これもこうやって比例から出せるんですよ。度数でですね 57.3 というのはですねいうことになるわけです。で、これとですね、だから間違わないようにしてくださいよと、この長さですよということですね。ここを気をつけていただくと。でそうすると例えばじゃあ今単位円で考えていましたけれども、じゃあ一般的にはどうなってやろうかということですね。例えば180度と。だから今 R の時これで説明しますとね、180度ってのはちょうどここですから、180度の時の考え方、ここの位置は、弧度法ではどうなるかというと、ちょうどこの R のですね 3.14 つまり π 円周率倍した長さがですねちょうどここに来るということですよね。でそこが180度ということになるわけです。でそういうことをちょっとね、これ単位円でない場合はそうやって考えていけばよろしいということになるわけです。それから60度の場合、ここで3分の π としましたけれども、もちろん60度の場合はですね3分の π ということですけれども、これはやはり180度のですよ
60ですからちょうど3分の1になるわけですね、これとこれの関係は。だからパイも比例してるわけですから、これと、度数法と、その弧度法は、1対1で比例してるわけですから、これも当然3分の1になるはずですよね。まあいうことです。でまあ、まあ幻聴とですね60度の場合はここを間違わないようにしてくださいね。まあいうことですね。ここは注意するところですよ。いうことです。でさてですね、今ここでやりましたようにこれとこれをどうやって、弧度法で表すかということですね。で弧度法ではですよ、今言ったように中心角とこれとあるいは弧度法と、度数法は比例しますから1対1で対応していますから、よってそれを使ってこの辺が出てくるということになるわけです。例えばですよ、今、半径 R の中心角を度数 θ としますとですよ、まあ1回転が 2πr ということですね、1回転でこれがですよ360度ということになるわけです。でそれに対して任意のところですね、今角度がこっちがですね今度数でやってますよ、度数法で書いてますよ。そうしますとこれが今 θ 度とこういうことですよね。で、これがその時の、弧度法はいくらでしょうかと、この θ になった時の弧度法はいくらですかというあれですよね、これは。そうしますとこれは内項とあれをかけますから、よって360度のラージθは2πrθとこうなってですよ、よってラージθはですね、これを360度で割ると180度のθのそしてこれ2が消えてますからもう π とこうなるわけですね。いうこと、失礼しました。これはラジアンですから、ここは R がいりませんね。これはこっちが弧度法で表しているということですから、R はつけたらいけませんね。長さがありませんので、ここは弧度法で表したやり方ですね。で 2π というのは1回転のことを言います。で、θのラジアンということですね。でそれでこれと360度とこのθとが対応しているということですから、これにより、こういうふうになってこれが出てくるということです。で次にですねこの重要な公式が出てくるわけですが、これも同じようにこの公式がどうやって出てきたかというとですよ、今ここから今 L というこの長さが分かってて、これを求めなさいというやつですね、これは。でこの時にどうするかと言いますと、今度は円周のですね弧長が分かってるわけですね。そうすると弧長で今度は比例しておりますから出さないといけないということになるわけです。つまり L 対ですよ、これは L 対1回転、これが何だったかって言ったら 2π、 今度は R を入れないといけませんね。でその時のこの L という長さ、この長さに対してここが何ラジアンかということですから、これがラージθとこうなって、そしてこれは1回転でしたから、1回転の円周でしたから、これがですね 2π という、こっちが、弧度法ですよ、弧度法で表しているわけですよ、いうことですね。でこっちは円周ですね、長さ弧長ですから、円周とか弧長もうどうでもいいですね、これ、弧長ということですを表しているということですね。
でこれで解いていけばですよ、 2πr のラージシータはこれと 2πl とこうなって、よって L はですね 2π がこうやって消えますから R ラージシータこうやって出てくるということで、この長さはこうやって求めると。いわゆるここの角度が分かればですね、ラジアンで分かれば、そのラジアンと半径をかけてやればこの長さができるということになるわけです。これは先ほども 3.14 のところでも説明しましたからお分かりかと思いますけどね。それから面積もですね、例えばですよ、この、角度とですね、中心角とこの面積はですよ、中心角が2倍になれば面積もやはりこれは2倍になりますね。だから同じようにですね、比例しているということから、解いていけばよろしいということになるわけです。で今面積、任意の面積、ここからこの面積を、S としますと、どうなるかと言いますとですね、どこに書きましょうか。もう一回ここ消しましょうか。よっしょ。そうすると S 対ですよ、どうなるかというと、まず1回転と、今度は面積ですから、これは1回転はですね πr 次乗ですかね、半径かける半径かける 3.14 ということでしたから、これになりますね。そしてこれが今度はこの方で表すわけですから、 S は今ここがこの方ということになるわけですから、ラージシータこういうことになるわけです。でそうしますと、これ対1回転のあれは先ほど言いましたよ、これは 2π R つけてはいけませんよ。ここはこの方ですね、この方表示ですよ、こっちの方がですね。でこっちは面積、ということになるわけですね。これらが互いに比例しているからこれができるんですよ。でそうしますとね、これから、πr 次乗 c ラージシータは 2πs とこうなるわけですね。でそうしますと、これから S は、ね、この S はどうやるかというと 2π 2はこっちに来ますから2分の 1π とこうなるわけですね。そしてπは消えるんですね。ここは失礼しました。2分の1だけこう来て R 次乗R 次乗ラージシータとこういうことになるわけですね。でこれが出てくると。そうしますと、ここでですね、今ありますように L は R ラージシータでしたから、よって R ラージシータここに入ってますから、よってこれはさらにですよ2分の1の R は1つ残りますから RL とこういうふうに出せるということなんです。でこれで用いていったらですね、やはり簡単ですよね。でしかも π というのは、3.14 ですから、円周率と同じですから、その数値ですね。ちょっと意味合いは違いますけれどもということですね。角度を表す時の長さですね、この長さを言ってるような単位円においてのですねということですよということになります。で今日はここまでといたします。ご視聴、聞いていただいてありがとうございます。では失礼いたします。